子どもたちの自殺が多いっていう話をしましたけれども、子どもたちというのは、その自殺をして、その亡くなる時っていうのは、どうなんですかね。大人であれば、なんていうか、世の中のことが仕組みみたいなものが分かって、まあ、どういうことで自分が傷つき、そして、どうなんだってこと、それは子供と大人と分けるものではなくて、子供自身でも、もうそのことっていうのは分かっていて、突発的に、そういう行為になってしまうんでしょうか。大体ずっともう自分で今回の生を終えるということを考え出してから、毎日のように多分考えるんですよね。で、それうん。に、そこから頭が離れなくって囚われてしまうので、あの、毎日のようにそれを考えて、いつ実行しようかっていうところに突きうん。進むっていうのは、子供も大人も一緒だと思います。で、やっぱり、いじめというものは本当に悪質なので、それがバーバルだろうが、言葉での暴力だろうが、本当にね、人を傷つける、殴る、肉体的な虐待、両方とも罪なので、あとは無視すうん。るというのも私はすごい虐待であり暴力だと思っているので、ただ見ている人、ただ携帯を取っている人、まあ、携帯で、証拠となる場合もあるので、携帯で、例えば、まあ、カメラもそうですけど、取ってあることで助かる場合もあるわけですけど、でも、やはり、殴っている人と、殴っている人だけが悪いのか、そうじゃなくて、その場で生やし立てる人たちも同じような罪だと私は思っているので、見て見ぬふりするのもミスだと思うし、ネットで好き放題のこと、嘘のこと、どんどん傷つける。自分が傷つけられる側じゃないと、人間はどんどんひどいことをエスカレートしていくので、それの罪っていうのも皆さんに知ってほしいので、絶対やめていただきたいし、そうなってしまった彼らにも救いを、やっぱりこう、どこかから届けてほしいし、救いを求めてほしいし、うん。それを虐待を受けている、いじめられている人たちはもちろん知っている人たちは声をかけてほしいし、救いをちゃんとここに電話してごらんとか、この人に行くといいよとか、連れてきてくれたりとかしてくれたらいいし、本当に場所を変えるということ、連れ出すということができるならば、そうしてほしいし、ともかく無視をするっていうことも大きな罪だっていうこと、それが全部カルマになるということを分かっていてほしいと思います。どうかいじめはやめてください。無視する、それから傍観するっていうことがカルマになるんですね。その通りです。怖いですね。うん。だから、無視してたり、傍観してた方が自分が安全だということだから、そういう行為になるわけですけども、それもどんなカルマになってくるんですか？必ず同じ目に遭います。それが同じ。パターンが違ったとしても。生まうん。れてくるに、性別、状況は、時代はもちろん違うわけですけど、必ず同じ目に遭います。同じ目に遭いますっていうのは、例えば、いじめてた人が次に生まれ変わった時にいじめられるっていうことも、もちろん同じ目っていうことですけど、そういうことが起こるんですけど、例えば自分の子供がいじめられているとか、教師になった先生が本当にいじめで、とても困った状況のクラスを持つとか、ご自分のお兄ちゃんとか、例えば、ママ友達の間で、いじめが起こったりとか、そういうところで必ず自分がいじめられるということが起こる、もしくはいじめられた人が自分の家族だったりとか、大事な人だったりとか、そういうことでも体験をさせられます。うん。うん、そこに、でも、それを、はい。その体験をして、本当に思いやりと愛と勇気で乗り越えることが、そこでちゃんと対応ができないならば、その時には次に生まれ変わった時に必ず全部返ってくるっていうわけではないんですよね。なので、その魂が、まあ、生まれ変わった時に、たくさんの過去性があって、もしくは直前の過去性があって、直前の過去性で全部起こったことが次の
次の人生の時に、生まれ変わった時に全部戻ってきちゃうのかっていうと、そうではなくて、生まれ変わった時の、その時の、ご性格だったり状況だったりとか、その魂の力ですけど、乗り越えられることしか起こらないので、全部、100個悪いことしたら100個全部次のせいで返ってくるわけではなくって、ともかく体験して学んで、学びは後悔だったりとかもするわけですけど、とにかく学んで、成長して、ご自分の魂がすごくもっと良い、本当に愛の存在っていうのを思い出して、そこで言動していって、幸せな人生を送って、ステップアップしていくっていうのが目的なので、100個返ってくるわけではないので、安心していただきたいんですけど、100個返ってこないからいいやっていうわけではないので、もう誤解をしないでください。だけど、乗り越えられることしか起こらないので、必ず克服できるから、どんな状況の方も諦めないでください。うん。ちょっとそこについては、あの、ライフレビューの時に体験して、とりあえずそこで反省したら持ち越さないっていうオプションもあるといいなと思いますね。あのーその、はい、パターンによると思います。例えば、私の知ってる人たちの中で、ジーザスが処刑、私すごく小さい時からジーザスとつながっているんですけど、師匠なんですが、で、まあ、父なんですが、その、宗教とは関係なくですけど、ジーザスが処刑されるときに、僕はあの時に、処刑をする場所で、もう、その処刑をする側の人間だったっていう人を2人知っていて、それは思い込みで言っているのか、私はそこでリーディングしたりしないんですけど、絶対僕らはって言って、必ずその2人が、俺らは絶対やってジーザスの処刑をやってしまってたんだっていう言い張るイタリア人と、イタリアとペルー人がいるんですけど、あの、はい。でもまあ、そういう形で、その時にものすごく悔いたら、本当に先生がおっしゃった通り、その魂でも学んでいたら、私もそれはカルマとしては返ってこないと思います。おっしゃる通りだと思います。まあね、その罪の意識的なものはね、残っていて、でもそれは多分自分の行動を抑制するような形で働いていて、自分自身が殺されるとか、そういうことではないということですよね。はい、そういうことです。そういうことです。あと、そういう、例えば役割も、例えばですけど、ジーザスを処刑する側のところにいて、本当に、例えばですけど、杭を打つ側になっていたとしても、あの、そこで役割として、本当にやらされて、されてる場合と、やるときに悪意を持ったりとか、こなんかお前なんてとか、笑いながらとか、そういう本当に醜い悪意でやった場合は、自分はしたくないのに、もしくはそこまでのことはわからないけれども、ともかく役割でやらざるを得なくて、こうやってやった方もいるわけであって、そういう方の場合は、カルマとしては戻らないですね。ただし、ニヤニヤ笑ったり、みんなで冷やかしたり、本当にもう意地悪な気持ちだったりとか、醜い感情でやった場合は、必ず学ばされる、ということで、カルマとして戻ってきます。自死も一緒ですよね。まあ、お侍さんとして切腹というのは自死ではあるけれども、当時の時代という枠の中の、そのね、文そう化の、なんです。うん、多分それはこうカルマとして残るような死に方ではないと思いますね。はい。人間っていうのはチョイスが必ずあるわけですけれども、ああいう時代背景の場合は、どの国でも、やっぱりノーチョイスだったわけじゃないですか。そういう時には、それぞれの気持ち、感情、決意というのがあるので、悔いというのがもちろんあるし、その魂がどういう道を、どういう感情で、どういう気持ちでそこにいて、どういう気持ちでその行為を行ったかっていうことが、必ずその後に返ってきます。うんうん